皆さんこんにちは。知ればもっと旅が楽しくなる交通の世界へようこそ。案内役のいろはです。今日のテーマは航空業界に走った衝撃のニュース、 ANA の新ブランドエアージャパンの撤退についてです。2024年2月に華々しくデビューしたこのブランド、実はわずか2年1ヶ月という短期間でその幕を閉じることになってしまいました。なぜこれほど早く撤退することになったのか、今日は実際にエアージャパンに乗り、その迷走と決断の裏側を徹底的に解説していきます。それでは出発進行です。さあ、成田国際空港の第1ターミナルにやってきました。2026年の年明け、まだ松の内も開けない1月7日の空港の様子です。エアージャパンは、ここ成田空港を拠点としていました。チェックインカウンターへ向かいます。エアージャパンは、フルサービスキャリアでもなく、LCC でもない、全く新しいハイブリッドエアラインとして誕生しました。成田発は自動チェックイン機とオンラインチェックインが使用できます。私が持っているスマホの画面、これがモバイル搭乗券です。QR コードが表示されていて、これをかざすだけで保安検査場に入ることができます。出発案内板を見てみましょう。ずらりと並ぶ便名の中にエアージャパンの表記が見えます。この日の NQ121 便は定刻通りの運行のようです。荷物を預ける場合もセルフバゲージドロップを使います。徹底的な省力化が進められていますね。出国審査を抜けて制限エリア内に入りました。免税店が並ぶ華やかな通路を抜けて搭乗ゲートへと向かいます。今回のゲートは58番ゲートのようです。案内表示に従って進んでいきましょう。かなり端のゲートになりますので、時間に余裕を持って向かいましょう。さあ、ゲートが見えてきました。58番ゲート、多くの乗客が待っています。日本人の旅行客が多い印象です。窓の外には今日の主役が待機しています。ボーイング 787-8、尾翼には ANA のロゴではなく、エアージャパン独自のロゴが描かれています。ANA グループでありながら、この機体は全く別の顔を持っています。いよいよ登場が始まります。運命の分かれ道となったこのハイブリッドというコンセプト、その実力を機内で確かめてみましょう。ボーディングブリッジを進みます。この瞬間が一番緊張しますよね。ご覧ください。これがエアージャパンの機内です。グレーのレザーシートが整然と並んでいます。非常にシックで落ち着いた雰囲気です。座席配置は 3-3-3 の9列配置。かなりゆとりを感じさせるデザインです。座ってみて最初に驚くのはその広さです。シートピッチ、つまり前の座席との間隔は81センチあります。これがどれくらいすごいかというと、一般的な LCC の平均が約71センチから74センチですから、それよりも7センチ以上も広いんです。ANA の国際線エコノミークラスが約86センチなので、その差はわずか5センチ。実際に座ってみると LCC 特有の窮屈さは全くありません。座面の素材もレザーが使われていて、クッション性もしっかりしています。また充電コンセントやスマホホルダーなどの最新設備も充実。 ANA のエコノミーにも欲しい装備です。このシートスペックこそがエアージャパンが掲げたハイブリッドの証でした。前方の座席ポケットには安全のしおりが入っています。エアージャパンのロゴが入った B787 のしおりです。なんとエチケット袋は ANA 本体のと一緒。機内販売のメニューも見てみましょう。機内食は有料ですが、その分自分の好きなものを選べる自由があります。事前予約限定のメニューから機内で購入できる軽食まで、ラインナップは豊富です。日本の航空会社らしく、品質にはこだわっている様子が伺えます。さて、飛行機はプッシュバックを開始し、滑走路へと向かっています。窓の外はあいにく曇り空が広がっていますが、これからお話しするエアージャパンの運命もまた、この空のように予測不能な乱気流に巻き込まれていったのです。少しエアージャパンの歴史を振り返ってみましょう。このブランドが発表されたのは2022年3月のことでした。当時の ANA ホールディングスはポストコロナを見据えて新しい戦略を打ち出しました。それが FSC と LCC の利点を融合したハイブリッドエアラインという構想です。ターゲットとしたのはアジアの中間所得層でした。安さだけを求めるのではなく、ある程度の品質も求める、そんな新しい需要層を狙ったのです。インバウンド需要、つまり訪日外国人の増加に伴って高い単価を維持できると期待されていました。ではなぜエアージャパンは撤退に追い込まれたのか、じっくりと解説していきましょう。エアージャパンの撤退は単なる経営判断のミスではありませんでした。最大の要因は2022年2月以降に世界を揺るがしたロシア・ウクライナ戦争による構造的な経営環境の悪化です。これにより航空業界はロシア上空の飛行禁止という未曾有の事態に直面しました。これまで日本からヨーロッパへ向かう便はロシア上空を通過するシベリア上空ルートが
最短コースでした。しかし戦争後はロシアを避けて飛ぶ南回りまたは北太平洋の迂回ルートを通らざるを得なくなりました。これにより例えば羽田からロンドンへの飛行時間は14時間にも達し、従来よりも大幅に時間がかかるようになったのです。飛行時間が伸びるということはそれだけ燃料を多く消費するということです。航空業界の燃料費はドル建てで決済されます。折からの円安も重なり、燃料費の負担は経営を圧迫する巨大なコストとなりました。さらに飛行時間が伸びればパイロットや客室乗務員の拘束時間も長くなり、人件費も増加します。この状況下で ANA の経営陣はある重大な決断を迫られました。それは限られた航空機をどこに飛ばせば一番儲かるのかという問いです。ここで登場するのが2つ目の要因、航空機の供給制約です。実は航空機メーカーのボーイング社では次世代の大型機 777X の開発が大幅に遅れていました。当初は2020年に納入予定だったものがなんと2027年まで延期されることが2025年10月に正式発表されたのです。この遅れは ANA グループ全体の機材計画を根底から狂わせました。さらに悪いことにエアージャパンが使用している787の8という機種も製造上の問題や部品供給の遅れで予定通りに手に入らなくなってしまったのです。エアージャパンは当初2025年度末までに6機の体制にする計画でした。しかし実際には2025年11月の時点でまだ3号機までしか受領できていませんでした。一方 ANA 国際線事業自体は皮肉にも絶好調でした。インバウンド需要の爆発的な回復により2024年度の国際線売上高は過去最高の8055億円を記録していました。特に欧州やアメリカへの長距離路線は単価が高く飛ばせば飛ばすほど利益が出るドル箱路線となっていたのです。片や安い運賃でアジアを飛ぶエアージャパン、片や高い運賃でも満席になる ANA の欧州路線でも飛ばすための飛行機が足りない。答えは明白でした。エアージャパンに使っている貴重な787を儲かる ANA 本体の欧州路線に回そう。これが撤退の最大の理由。グループ全体の資源最適化です。エアージャパンというブランドを維持するよりもその機材と人員を ANA 本体に戻して長距離路線に投入した方が会社全体としての利益は大きくなると判断されたのです。それでは機内の設備を見てみましょう。座席にはタイプ A とタイプ C の2種類の USB ポートが完備されています。これは現代の旅行者には必須の装備ですよね。そしてタブレットホルダーも設置されています。エアージャパンには座席ごとのモニターがありません。その代わり自分のスマホやタブレットで機内ネットを通じてエンターテインメントを楽しむスタイルです。しかしフライトマップはフライト中使うことができませんでした。実際に私のスマホを置いてみました。角度もちょうどよく非常に使い勝手がいいです。こういった細かい配慮もエアージャパンの魅力の一つでした。窓の外を見てみましょう。雲の上に出たようですがまだ厚い雲に覆われています。それではこの景色を見ながらもう一つの撤退要因、市場環境の誤算についても触れておきましょう。エアージャパンが狙った FSC と LCC の中間という市場。しかし実際の東南アジア市場は想像以上にシビアでした。LCC との価格競争は激化しており市場は完全に二極化していたのです。高くても ANA のような最高品質がいいという層と少しでも安いピーチのような LCC がいいという層、この中間のそこそこ安くてそこそこいいという立ち位置は中途半端に移ってしまい明確な差別化価値を生み出すのが難しかったのです。実際にエアージャパンは10億5000万円もの当期純損失を出していました。3路線という小規模な運航では損益分岐点を超えるのが困難だったという現実もありました。さて機内サービスの一環として機内 Wi-Fi に接続してみましょう。専用のポータルサイトにアクセスするとフライトマップやエアージャパンの番組を見ることができます。このシステムも非常に使いやすく設計されています。いよいよソウルインチョン国際空港への着陸態勢に入ります。窓の外には韓国の陸地が見えてきました。今回のフライトを通じて感じたのはエアージャパンというプロダクト自体の完成度は決して低くなかったということです。シートも快適ですしサービスも洗練されていました。しかし素晴らしい商品を作れば必ず売れるとは限らないのがビジネスの難しいところです。2025年10月30日 ANA ホールディングスは ANA グループマルチブランド戦略の再構築を宣言しました。これまで ANA、ピーチ、エアージャパンの3ブランド体制だったものを ANA とピーチのデュアルブランド戦略へと変更するのです。エアージャパンブランドでの運航は2026年3月末をもって終了します。最終便は3月29日のバンコクとシンガポールからの折り返し便になります。使用されていた機材は順次 ANA 本体の国際線仕様へと改修され
再び ANA の翼として世界中の空を飛ぶことになります。そしてエアージャパンで働いていたパイロットや客室乗務員の皆さんも人員削減されることなく ANA 国際線へと配置転換されるそうです。航空業界は今深刻な人手不足です。優秀な人材を確保し続けるためにもこの雇用を守るという決断は非常に重要な意味を持っています。無事インチョン国際空港に到着し保安検査場へ向かっています。あの R と J を組み合わせたロゴマークは歴史の1ページとなります。それではソウルの街へと向かいましょう。また次の交通の世界でお会いしましょう。案内役のいろはでした。